ようございます。ケンです。本日もテスラの最新情報をお届けしていきたいと思います。本日のラインナップですが、欧州で FSD 展開の準備が進行中、ロボタクシーいよいよ無人へ、道場の進化とスペックシムとは、V4 スーパーチャージャー中国で稼働開始、この4つのトピックをお届けしていきます。ぜひ最後までご覧ください。ではまず最初のトピックからいきますけれども、テスラが今、欧州で大きな動きを見せています。先日、ドイツやフランス、イタリア、ベルギーなどのテスラ公式サイトに FSD スーパーバイズドに関するページが新たに公開されました。これはアメリカやカナダで展開されている FSD と同じ形式で走行距離や安全性、AI 性能について詳しく紹介されています。特に注目したいのがこの数字です。FSD はすでに累計で38億マイルの走行データを持っていて、テスラによれば人間の運転と比べて事故のリスクが 54% 低いとのことです。さらに AI が100年分の運転データをたった10分で解析できるという記載もあり、これはかなりの処理能力になっております。そして実際にテスラはドイツ、オランダ、ノルウェーでの展開を2025年末までに目指しているとも報じられています。つまりもうテストの段階ではなく、いつ正式に始まるのか、これがテーマになってきたということになります。もちろん EU はアメリカとは異なり、自動運転に対する規制が厳しく、DCAS と呼ばれる段階的な承認プロセスがあります。ですがテスラがこれだけ積極的に情報を出してきたということは、ある程度の見通しが立ったと見てもいいかもしれません。投資家の視点で見れば、欧州 FSD の展開はテスラにとって次の収益源になる可能性があります。アメリカ市場の成長がやや落ち着いてきた中で、欧州という巨大市場で FSD が動き出せば株価にも大きなインパクトを与えてくれるんじゃないかなと思います。そして次はそんな FSD と密接に関係しているもう一つの動き、ロボタクシーの無人化計画について見ていきます。アメリカテキサス州オースティンでは1週間前よりテスラのロボタクシーの運用が始まっていますが、その運用体制に大きな変化が近づいています。イーロン・マスクさんは先日 X においてセーフティーモニター、つまり運転を監視するスタッフの配置を1から2ヶ月以内に削減する可能性があると発言しました。今までは万が一に備えて助手席に人が乗り込む形で運用されていましたが、その必要性が下がってきているという判断です。実際オースティンでの運行が始まってから1週間ほど経過した時点で特に重大な問題は発生していなくて、例えば UPS トラックとの接近による一時的な人の介入や日差しの反射によって一時的にブレーキが作動するといったレベルにとどまっています。イーロン・マスクさんの発言のポイントは、モニターを外すというのがいつかではなく、安全だと判断でき次第すぐにやるというスタンスを示しているところです。これはロボタクシーの完全無人運転へ向けた極めて大きな一歩になる可能性があります。ここで注目すべきは、ロボタクシーが実用化されたら何が起きるのかということになります。今後テスラ車を持っているオーナーが自分の車をロボタクシーとして稼働させられるようになれば、車が資産として収益を生むという全く新しいモデルが実現する可能性があります。また、投資家の視点では、モニターを減らせば人件費も削減でき、ロボタクシーの収益性が一気に高まるという点も見逃せません。これは今後の FSD の普及、車両販売とは別の新たな収益ドライバーとして株価の成長に直結するかもしれません。そしてこのロボタクシーを支える AI の脳みそとも言えるのが次に紹介する道場とそのために開発された最新のシミュレーション技術です。それがテスラが開発しているスーパーコンピューター道場とそれを支えるシミュレータースペックシムです。道場はもともと自動運転 AI のトレーニング専用に設計された
超並列の学習専用コンピューターです。その心臓部と言えるのが D1 チップで、これが25枚集まることで約8850ものコアが動く巨大な演算タイルが構成されます。この道場の性能を最大限に活かすためにテスラは独自のスペックシムというシミュレーターを開発しています。スペックシムの目的はシンプルで、道場の動作を現実のハードウェアに触れなくても忠実に再現できるようにするということになります。ただこの忠実な再現っていうのが非常に難しく、特にテスラの AI は膨大な不動小数点演算を含むため、計算の正確さとスピードの両立が重要になります。スペックシムではこれらを実現するために専用のソフトフロートという不動小数点演算ライブラリーまで自社開発しています。さらに特筆すべきはバグの自動検出機能まで搭載しているということです。特にデータレースと呼ばれる複数の AI スレッドが同じメモリを同時に書き換えてしまうバグ。これは検出が難しくて厄介な問題のようなんですけれども、スペックシムは独自の仕組みでこれを実行中に検出できるようになっているということになります。しかも通常の検出ツールと比べて5から10倍の高速で4倍小メモリ、それでいて精度も高いという非常に高度な技術が詰まっています。なかなか内容としてはかなり難しいんですけれども、こういった取り組みを見ると、テスラがただハードを作っているのではなく、AI 時代の OS からチップの設計、シミュレーションまで全部自前でやろうとしているっていうのがわかるんじゃないかなと思います。投資家としては、これはテスラの真の競合が誰なのか、これを見直すきっかけになるかもしれません。もう競争している相手は自動車メーカーではなく、むしろ NVIDIA だったり、Google みたいな AI インフラ企業だと言ってもいいかもしれません。この道場とスペックシムがどれほどの未来を支えているのかを知ると、FSD の精度やロボタクシーの進化にも納得ができるんじゃないかなと思います。はい。ではここまで FSD や AI の性能についてお話をしてきましたが、やはりテスラの進化は走る、止まる、充電するという基本性能にも現れています。今回中国で正式に稼働を開始したのがテスラの次世代充電器 V4 のスーパーチャージャーです。V4 の最大の特徴は最大出力 500kW の超高速充電に対応している点です。これは既存の V3 の約2倍の性能にあたり、理論上では数分で何百キロ分の充電が可能になります。現在のところ上海など4地域で導入され、今後さらに中国国内の主要都市へと拡大予定とされています。さらに注目したいのは非テスラ社にも開放しているという点です。この V4 スーパーチャージャーにはクレジットカード決済端末が内蔵されていて、テスラアプリがなくても簡単に使えるように設計されているようです。つまり充電ネットワーク自体をテスラのビジネスとして成長させようという戦略がここに見えてきます。はい。ということで、ここまでテスラの最新動向をいくつかのトピックに分けて見てきました。まず、欧州では FST の展開に向けて、公式サイトが各国で更新され、走行実績や安全性を強調した情報が公開され始めました。2025年末までのリリースを目指すとされ、テスラの自動運転戦略がいよいよグローバルに動き出した印象です。次に、ロボタクシー。オースティンでは安全モニター付きで実証運行がスタートし、イーロン・マスクさんは1から2ヶ月以内にモニター削減と発言。これは完全無人運行に向けた大きな一歩です。道場やスペックシムといった裏側の AI 技術の進化もそれを支える基盤として重要な意味を持っています。そして中国では V4 のスーパーチャージャーが正式に稼働、500kW 対応というハード面の進化と非テスラ社対応というソフト面の開放性がセットになっています。これはテスラが充電インフラを制することで EV 市場全体をリードしようとしているという動きでもあります。はい。ということでここで一つ僕たちテスラ株の投資家だったりとかオーナーとして意識しておきたいのは、今のテスラは車を売っている会社という枠をすでに超えているということになります。自動運転、ロボタクシー、充電インフラ、
AI 開発基盤、これらがすべて車という製品を中心にしながらも、まるでプラットフォームのように重層的につながっているということは忘れてはいけません。今後テスラに求められるものは、各領域をどこまでスケールさせられるのかという点になります。特に FSD やロボタクシーは、規制やインフラの問題も含めて時間がかかる分野ではありますけれども、だからこそ進歩の一歩一歩が株価にも大きく影響してくるんじゃないかなと思います。そしてテスラのオーナーとしても、次に来るアップデートはどうなってくるのか、インフラは整ってきているのかといった視点を情報で追うっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は下げて現在319ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。先週末は TOCJ に参加し、昨日の夕方帰ってきました。週末はいろいろな方と情報交換ができてかなり有意義な時間でした。今調整しているんですけれども、次は8月ぐらいにまた行くことになりそうなので、その時もテスラオーナーの方たちとまたいろいろと情報交換できたらと思います。8月に関しては今イベントを計画中です。また正式に決まったら皆さんにもお伝えしていきたいなと思っております。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。